こんにちは、きこです。今日はお金についてのね、ことをお話ししたいと思います。前回ね、お金のね、今お金に不安がある人っていう動画撮ったらすごい反響があって、やっぱりお金っていうところにすごく苦しい人とかね、フォーカスしてる人が多いんだなと思いましたので、今度はお金をね、どうやったら大きくしていくかっていうね、そのことについてお話ししたいと思います。興味あるよね、こういうことね。でね、まずね、お金に対する執着をなくすっていうのがね、大事かなと思いますね。結局ね、いろんな、執着っていろんな言葉だと思うんですけど、例えばお金に対して怖いとかさ、なんだろう、お金があるといいことがないとか、お金がなければとかさ、お金が、きついとかさ、お金がない、あとなんだろう、なんかいろんなお金に対する感情とか持ってると思うんですよ。やっぱそれってね、今世から始まったことじゃなくて、前世から来るものとかも多いから、まずね、そういう気持ちをね、なくすというか、そらした方がいいんですよ。で、こういうことに関しては、やっぱこういうスピリチュアルなことがちょっと関わってくるのかなと思うんですけど、やっぱこういう、なんていうのかな、ブロック解除とか潜在意識の技法とかを使って、やっぱ書き換えていった方が早いんじゃないかなと思うんですね。そういう執着が抜けるのはね。私自身もやっぱりお金のブロック強かったからね。すごく自分が働くっていうことに対しての罪悪感、なんだろう、お金をもらうことへの罪悪感、自分が自分で自営としてね、働くことへの罪悪感、そんなことできるはずないとかさ、大きい1000円をもらうことに対しても抵抗ありましたから、そう。なんかそのあたりはやっぱりどうやって変えたかっていうと、やっぱブロック解除って潜在意識を書き換えはね、やっぱかなりお金に関しては有効なんじゃないかなと思います。だからいろんなね、方いっぱいいますから、潜在意識の書き換えとかね、ブロック解除ってやってるのでお金を書き換えてもらうっていうのが、いいんじゃないかなと思います。で、書き換えた後に、どうやってね、お金が大きくなっていくかっていう、まずここなんですよ。だから執着を外さないとだから、執着がある限り、やっぱりお金っていうところに、なんだろう、執着してるとね、やっぱりね、どんなにすごい願望を出したとしても、なんていうのかな、自由にね、動かなく、潜在意識が動かなくなっちゃうから、お金も大きくならないんですよね、なかなか。ずっと現状維持って感じになりますから、まず執着を外す。で、その後に、自分自身がね、やっぱりお金を使って何をやりたいかっていう、その願望を出すのがいいんじゃないかなと思いますね。うん。なんか大きめの願望、枠を外したところで、じゃあそうだな、1億あったら何したいかなっていう感じで願望を出すとか、100億とかでもいいんですけど、やっぱりなんか私たち枠の中で願望を出してたりするから、それがね、すごいなんていうんだろう、小さくしちゃってるんですね、自分自身を。だいたい、お給料日とか、だからね、前回お話ししたのと一緒なんですけど、お給料日、通帳の金額、数字とかね、そういうところに対してフォーカスしてるから、そこのなんかあるものとかできそうな範囲で自分の願望を出しがちなんですよね。だから結構人生が結構こじんまりとしてたり結構苦しかったりしますから、まずはお金の枠を外したところで本当に自分は何やりたいのかなっていうのをリストにしてみたりして自分で把握するんですよ、最初に。そうすると、なんか1億とかね、100億とかさ、大きい金額になってくると、なんかね、ずいぶん自分自身がね、気楽にね、なんて言うんだろう。いろんな願望が出せんですよね。あ、こんなことやりたかったんだ、あんなことやりたかったんだ、みたいなのが出てきますから、そう、それを出して、ちょっとなんていうのかな、感情を感じるんですね。それが叶ったらどんな気持ちかなっていう感情を感じたりして、で、なんか、お金の枠を外したところで自分がこういうことや本当にやりたかったんだなっていうことを理解した後に、もう一回、じゃあ月いくらあったら自分が満足するか。その後、そうだね、年収かな。年収で言ったらいくらあったら自分は満足するかって金額を出すと、なんかね、すごいね、大きい気持ちになって、こういうね、なんか願望が出せるというか、気持ちが出せるんですよね。なんかね、今例えば月収が20万ぐらいで、
30万とかかな。それが、まあ願望、じゃあね、普通に出そうとした時に、まあ50万っていう願望を出した時点でもう無理だみたいな気持ちが出るじゃないですか。そう。このね、いちいち自分がね、ツッコミを入れるんですよ。それどうやってやんのとかね。自分が思考がいろいろやるから、ここをなくすために、なくすというかね、黙らせるために、ちょっともう100億とかのところで大きい願望を出して、自分自身で、こういうとこあるんだな、これが叶ったらどんな気持ちかな、みたいな感じで願望を出すんですね。そう。で、その後に、じゃあ月いくらって言った時に50万とかやると、50万か足りないけど、まあいいや、みたいな感じのなんかね、大きい気持ちでね、自分が願望を出せるんですよね。これが不思議なんだけど。そう。で、じゃあ年収で言ったら、なんだね、まあ月収でもいいけど、100万でもいいや、みたいな。うん。なんかね、最初の頃じゃありえないような、もうそこにね、制限がないから、なんかそんな気持ちが出てきたりするんですね。で、年収で言ったら、そうだな。なんだっけ、年収なんか500万とか。500万か、なんか足りないけど、とりあえず500万でいいやとかさ、1000万でいいやとかさ、なんかそういう感じの願望が出るようになるんですよね。うん。で、こういうちょっと大きめのね、金額の、だからその願望を出して、私たちはバイブレーションで波動なわけだから、波動を出すとそれが叶っていきますから、じゃあ月収、まあ、150万円でいいかな。じゃあ月収50万が叶ったらどんな気持ちかなっていう感情を感じるんですね。それで、年収だと、まあ、1000万あったらどんな気持ちかな、嬉しいな、まあ、とりあえず今満足みたいな感じのさ、ちょっと上から目線の気持ちが出てきますから、そう、このね、感情が、引き寄せというかね、お金が大きくするっていうことのまず前提なんですよ。だから、お金に対しての、結局私たちって波動であって意識の存在ですから、お金に対しての執着であったりとか、うん。気持ちが今の自分の現実、お金に対する現実を作っている感じなんですね。まず最初に、それに、対する、なんていうの、引っかかっているブロックというかね、執着みたいなものを外す。うん。ここを外さないで願望を出してもいいよ。そんなにない人はそれでいけると思うけど、私は結構強かったですね。いきなりこれやるって言っても、どうかな、できたのかなという感じがありましたから、まあ、いきなりこれやっちゃってもいいと思うけど、もしなんかちょっと気持ちの上でなんかブロック強いなと思ったら、ブロック解除とかやって、あとなんとかブロックの解放とかさ、潜在意識の解放みたいな、なんかそういうののセッションとか受けて、お金に関わるものを外してもらうといいと思うんですね。そう。で、その後に、でね、これがね、外れたか外れないかとかね、それも執着になっちゃうんですよ。だからそういうことを期待しないで、とりあえず受けて、で、受けた後に今度はこういうお金に対する、願望を出す。大きめのものを出すっていう風にしていくと、まあ、どんどんね、現実が大きくなるなっていう感じですね。あとはやっぱりね、実践あるのみ。いろんなこと、なんで、お仕事とかね、やりたいこととかいろいろあると思うんですけど、お金だけが欲しいってさ、なんかやっぱりそれも執着なんだよね。いいんだけど、お金を使って何やりたいかっていうところなんじゃないかなと思うんですね。だからお金を使って何やりたいかっていう願望を出して、そう、そっちを叶えていったらお金もおのずと大きくなるっていう感じだと思うから、お金だけ大きくしよう、お金だけ大きくしようってやろうとすると、結局さ、お金っていうのってさ、なんだろう、紙だからね、エネルギーだから、それってやっぱりこう欲望であったりが、なんていうのかな、強いこう、念みたいな感じになって、それがまあほんと執着になっちゃうから、お金にフォーカスするっていうよりも、やりたいことにフォーカスして、そう、それをまあどんどん大きくしていく、やりたいことを大きくしていくと、おのずと、仕事を自分でね、やり始めてみたり、いろんな現実がね、結構こう、願望として出したりして、大きいものをね、自分がね、感じ出すんだよね。そうすると回ってくるものも大きくなってきて、まあエネルギーですから、お金っていうのは、エネルギーのも大きくなるのかなっていう感じですね。まあ今までのこの私が今結構お金がこう動かす金額が大きくなってきてて、今までじゃやっぱりちょっとありえないような感じのさ、なんて言うんだろう。なんか本当に普通というかね、自分で仕事するっていうこともよく分かんなかったような私ですから、だからそこからどういうふうにね、
なってきたかなっていうと、やっぱり徐々に自分のそういうブロックみたいなそういうものを外してきたんですね。そう外してきたのと、あとはやっぱりこういう大きめの願望を出すっていうのが、まあ、トータル的にこれをやってる早いうちにやってれば大きくなってたのかなって今思うと思いますので、そうよかったらやってみていただくといいんじゃないかなと思います。またなんかいろんな動画を撮りたいと思っていますので、ただまあお金に関してはね、やっぱりこう波動的にちょっと違う人も来るんだよね。そうだからあんまりお金の動画は出さないかなと思うんですけど、ただ、やっぱりこうスピリチュアルなことやってる人もお金に関わってね、やっぱ苦しい人も多いし、私もそうだったし、なんかお金っていうものだけが欲しいっていう感じの人はあんまりこう対象にしたくないなって思いますね。それよりもなんかお金を使って何したいかっていうところ、そこをなんか応援したいなって思ってますので、まあ、これからもねいろいろ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。ではでは。